今回はタロットカードのペンタクルの6の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第46話スタートです。カード名ペンタクルの6。夫隆と結婚したのは私が住む土地に転勤してきたことがきっかけだった。私は高校を卒業すると同時にバイトの延長線で定食屋に勤めていた。毎日のように来ていた隆とはすぐに付き合うようになり、お互いの心が惹かれ合った。そして転勤が解かれるよりも前にプロポーズされたのだった。俺は末っ子だし、親と同居しなくちゃいけないわけじゃないんだ。だから安心してくれていいし、必ず幸せにする。まっすぐに私を見つめる瞳に、若い私は結婚の申し込みを快諾したのだった。しかし結婚して4年。確かに隆の上に兄と姉がいたが、隆が言うほど優しい人たちではなかった。転勤も解かれ、実家の近くに夫婦だけで住んでいた私は、義兄や義子、果ては義母にも面倒なことを言われ続けていた。しかし、別居しているのだから、深く関わらなければそれでいいと思っていたのだが、まさかこんなに早く問題が起きるとは思っていなかった。それは、義父が亡くなったことによって浮上してきたのだ。義父が亡くなってもまだまだ元気な義母は一人で暮らしていけるだろうとも思っていた。ところが義兄弟たちは母親を一人にはできないと言い出したのだ。それでいながら、俺のところは妻も働いているから、本当は母さんと暮らしたいけど手がないっていうのがあって無理だな。本当に母親と同居したいと思っているのかいないのか、義兄は何とか同居を避けようとしているようだった。それでいながら母親を一人にはできないと力説するのだ。では長女である義子はどうなのかというと、うちは離婚して大変なんだから、扶養家族が増えるなんて無理無理。どうしてもって言うなら母さんの生活費をくれないと無理だからね。これもまた母親を一人にはできないと言いながらも、自分の生活に母親を招き入れようとはしなかった。隆、あんたのところならいいんじゃない？めぐみさんは専業主婦なんだし、実家に戻れば会社にも近くなるし、何よりも母さんはあんたのことを一番可愛がってんだから。義子が嫌な笑みを浮かべながらそう言った。それに同調するように義兄も大きくうなずき、そうだな、母さんだって一番可愛がっていた隆と暮らしたいだろう、と言った。そう言われて、夫隆はまんざらでもなさそうにうなずいたのだ。さらには、そこに私の意見など必要ないというように快諾してしまった。家に帰ってから同居はしなくてもいいはずだったと結婚前の話を持ち出し、撤回してもらおうと頑張ったが、何を言おうと拉致が開かないどころか、親を大事にできないのかと散々非難された。結局この人は何を言っても無駄だし、私さえ我慢すれば全ては丸く収まるのだと思った私は黙るしかなかった。義母という人はとても悪の強い人で、家族には優しいがその配偶者にはとても冷たかった。冷たいだけならいいのだが、異常なまでの嫁いびりがあり、義兄の妻である義子も私同様、義実家に行くと家政婦のようにこき使われていた。散々いいように働かせておいて文句ばかり言われることに嫌気がさした義子は、それから先義実家に姿を現さなくなった。そうなると矛先は私に向き、住まいが近いからというのも手伝って頻繁に呼び出されるようになった。腰が痛いから掃除してほしいとか、庭の草が伸びたから抜きに来てくれとか、
買い物をしてきてほしいと言うから買っていくと、一つ一つのレシートをチェックされて、こんな高いものは欲しくなかったとか、ここで買ってこいとは言ってない、などクレームの嵐となる。こっちとしても専業主婦とはいえど、子供がいるわけで、子供の面倒を見ながらの買い物は大変なのだが、そんなことはお構いなしだ。まさかこんな人がこの世にいるのかと驚きだった。それを夫に言っても、これまた埒が明かない。母さんは病弱だから、そのくらい面倒を見てやってほしい。と言われてしまうのだ。たかしが言う病弱とはどの程度のものを言っているのか、義母が病弱だと思ったことはない。それどころかピンピンしていて、友達とダンススクールに行ったり、水泳教室に行ったりしているのだ。だが、そこを義母と夫の前で言うと、おかげで少しは元気になったような気がするのよ。と、いかにも具合が悪いですとアピールしてくる。そのため、夫は完全に義母という人は病弱なのだと思い込んでいる節がある。こんな義母とこの先も一緒にやっていくのかと思ったらゾッとするわけだが、いずれは先立つ人なのだから、一緒に暮らす以上はできる限りのことをしようと決めた。さて、同居して家族になれば少しは許せるようになるかと思ったのだが、そんなことはなかった。孫である私の子供を捕まえて、財布がなくなったけど、お前が取ったんだろう。という。小さな子供がそんなことをするはずはなく、結局自分でしまい忘れていただけというお粗末な結果になる。それでも自分が悪かったと謝ってくれるならばいいのだが、決してそんなことはない。性悪女が産んだ子なんだから、泥棒くらい平気でするに決まってる。と言われたときは、ご飯に洗剤でも混ぜてやろうかと本気で考えたりもした。二人目の子供ができたときなどは、汚らわしいものを見るような目つきで私を見ていた。妊娠しただけでこんな目で見られるということは、生まれたらどんな仕打ちが待っているのかと、かなり不安になったが、母となった私は義母の仕打ちをかわしながらも強く生きるしかなかった。どんな義母であっても、それは子供たちの祖母であるわけだ。ということは、子供たちの前で義母の悪口なんて言えやしない。そんな毎日の中で夫はどうしているのかというと、一人穏やかに暮らしていた。義母が孫をいじめているなんてみじんも思っていないようで、本当に幸せそうだった。それも致し方ないことで、夫の前にいる義母は本当に優しいおばあちゃんという感じで、決して孫をいじめたり嫁をいびったりしているようには見えなかった。近所の人に聞いても、私は優しい姑を持ったラッキーな嫁という答えが返ってきていたのだから、周りはみんな敵だと思った。それから13年という年月が流れ、嫁いびりをされながらも頑張って生きてきた。何をされても言われても、はいはいと流してこれたのも子供たちがいたからだろう。子供のためにひたすら耐えて、無神経な夫の言動でさえ諦めという技を習得していた。ところがその頃になると義母の様子がおかしいことに気がついた。歩いている時に足を引きずったり、同年代の人よりも歩くのが早かったのにやたらと遅くなったり、あっちが痛いこっちが痛いと言い出した。最初はいつもの仮病なのかと思っていたが、どうやら本当に痛いらしく、正座もできなくなってしまった。そんな頃、何もないところでつまずいて骨折した。何度つまずいた場所を見ても何もない。義母は痛い痛いと大騒ぎのため、すぐに病院に連れて行ったが、そこで骨折していることが判明した。その日から全く動こうとしなくなった義母は、骨折が治ってもリハビリをしようとはしなかった。それよりも私が何か罠を仕掛けて転ぶようにしたんだと夫に訴えていた。断るごとに私を悪者にする義母。夫がいるときは義母をトイレに連れて行ったり、
風呂に入れたりという仕事を夫に任せるようになった。お風呂で転んだら私がやったとか言われそうだから、あなたがお風呂に入れてあげてください。さすがに文句を言わなかった夫に、きっと少しは義母の無体な言いように思うところがあったのだろうと思ったのだが、どうやらそんなことはなかったらしい。というのも、こんなに大変なら早くに帰ってきて手伝おうと思うのが人間としての感情だと思うのだが、夫はこんなに大変なことをさせられるくらいなら家に帰るのを遅くしようと考えたのだった。おかげで毎日の入浴介助もトイレのサポートもすべて私の仕事となり、義母に文句を言われ殺されると叫びながらも家のことと義母の世話を続けていった。こうしてリハビリに行こうと誘っても行かない義母の体はどんどん動かなくなり、骨折部の可動域はどんどん狭くなった。病弱だと言っていたのが本当の病人となり、歩くこともままならなくなったのだ。夫はそんな義母を横目で見ながら、どんなに私が忙しく動いていても助けようともしてくれなかった。このまま私の人生は終わるのかと涙が出る思いだったが、あの時夫に結婚しようと言われ、それを承諾したのは自分だ。自分でこの人と結婚すると決めたのだから、最後までやり抜こうと自分に言い聞かせていた。そんな時だ、夫の行動に不審を抱く事件が勃発した。なんと、夫の携帯に知らない女性から LINE が来て、今夜は楽しかったというのだ。変だ。今夜も前夜もここのところずっと残業だったはずだ。頭の中に浮気という文字が浮かんでは打ち消すが、どうしても疑惑が湧く。やってはいけないと思いながらも、夫が風呂に入っている間に携帯を見てみると、今まではロックなどかかっていなかったものが、しっかりとロックがかかっている。ありがたいことに夫は長風呂で一度入ると1時間は出てこない。私は夫の誕生日や母の誕生日、子供の誕生日と数字を打ち込んでいった。しかし、どれもヒットしない。ならば Z か、それとも四角か三角かといろいろ試してみると、やっと一つがヒットし、ロックが解除された。おかげで LINE を見ることができたが、後悔というのはあるものだとつくづく思った。というのも、見なければ疑惑で終わっていたものが見事に確信へと変わってしまったのだ。つまり、夫は浮気をしていたということで、しかも浮気の理由が義母のこと。大好きだった母親がどんどん衰えていき、今では動けなくなってしまった。そんな姿を見たくないと浮気相手に泣きついているのだ。家に帰ったら介護をしているが、母親の介護をしていることが辛くて仕方がないと。いつ介護なんてした？私は夫と浮気相手のやりとりを見ながら、夫の身勝手な言い分に腹が立ってきた。妻の介護がなおざりで母親がかわいそうだとか、妻に愛情がないけど子供ができたから結婚したとか、あれは間違いだったとか。どこからそんなデマを考えついたのか、私は震える指先を動かしながら、この証拠を取っておかないといけないと思いついた。そして自分の携帯を取り出すと、動画機能を使って LINE 画面をスクロールさせていった。こうして証拠は手に入れたものの、子供もいるのに、この証拠を突きつけてどうしようというのか。家庭を壊して何の得があるのか。それに浮気しているから別れますと言ったところで、義母の面倒は誰が見るのか。動けない母親をこの家に一人残して、夫は浮気相手のところに飛んでいくだろう。そうなったらトイレに行けない義母は。そこまで考えたとき、どうしたことか涙が出てきた。今まで頑張ってきたというのに何も報われないのか。そんな思いが
あふれてきたのだ。結局どうしたらいいのか思いつかず、何事もなかったように携帯を元に戻すと台所へと向かった。心が晴れないまま日々が流れていく。夫は相変わらず残業だからと帰りが遅い。義母の文句は衰えることがない。こんなに文句ばかり言われても、私は今の生活を続けないとならないのか。ここまで言われても、夫の浮気に耐え、義母のいびりに耐え続けなければならないのか。義母の世話をしている時だった。ふと涙が流れてきて手が止まった。いつもならすかさず文句を言ってくる義母が何も言わず、私をじっと見ていた。あんた、何か辛いことがあるのか？その言い方は心底心配しているように聞こえた。私は思わず義母を見た。こんな優しい言葉をかけられたことなど、義母と出会ってから一度だってなかった。どんな状況においても、義母は私に敵意しか向けてこなかったのに、どうしたことか、その優しさに胸が熱くなり、さらに涙が流れた。泣くほど何かあったのか？隆のことか？言わずにいようと思いながらも、夫の名前が出た時には、すべてを話してしまおうかという気持ちになった。だが、すべてを話してどうなる？きっと私が悪いからと罵られ、私のメンタルはボロボロになるだろう。だから何があっても夫の浮気については言えない。自分を守るためにも言ってはいけないと思った。ところが、隆の浮気のことかと義母が言ったのだ。あまりにも突然の義母の質問に、私は再び義母を見た。そこには悲しそうな義母の顔があった。わかってたよ。あの子が浮気してるのはね。私のような厄介者がいるような家になんて帰ってきたくなかったんだろうさ。でもあんたにはわからないようにしてほしかったね。だから私は黙ってたんだ。私にわからないようにしていた。それはどういう意味だろう。浮気をされるってのは本当につらいもんだ。私も若い頃にお父さんに浮気されてね。許せなかったけど子供たちがいるから我慢するしかなかった。まさかあの子までそんなことをするなんて思ってもいなかったけど、やっぱり男だよ。だからって許してほしいなんて言わないよ。別れたいなら別れたらいい。こんなばあさんの介護して、その上に夫に浮気されたんじゃ、あんたの人生悲しすぎるじゃないか。絞り出すような義母の言葉を聞き、私はどう返事をしていいのかわからなかった。まさか義母も夫の浮気を経験していたなんて。それにあれほど私を嫌って嫁いびりをしていたのに、今になってこんなに思いやりのある言葉をかけてくれるなんて。涙が止まらず、どうしたらいいのかわからなかった。すると義母が言った。ずっと考えていたんだよ。あんたは本当によくやってくれて、私のわがままも全部聞き入れてくれて、実の子供たちができないことだってやってくれて、感謝してるんだ。でもこんな性格だから素直な気持ちどころか、出てくるのは憎まれ口ばっかりで。まさか義母に感謝されていたなんて思ってもいなかった。確かに義兄にしろ義士にしろ、一度見舞いに来ただけでそれっきり顔を見に来ることすらなかった。きっと義母は寂しかったことだろう。本当ならば嫁の私に面倒を見てもらうのではなく、実の子に面倒を見てほしかったはずだ。罰が当たったのさ。よくしてくれる嫁さんに
ひどいことばかりしてきたんだもの。罰が当たるのも当然だ。だから私のことはいいから自分のことを考えなさい。そう言うと義母は静かに目を閉じた。本当はずっと私のことを考えていてくれたのだろう。それがわからなかった私の落ち度だ。思い返せば義母の優しさに何度となく触れてきた。それなのに義母の悪いところばかりを見てしまい、優しいところなど見ようともしてこなかったのだ。自分の愚かさに自然と言葉が出ていた。お母さん、ごめんなさい。痩せ細った義母の手を静かに握りしめると、義母が握り返してくれた。初めて心から親子になれたと思えた瞬間だった。その後も隆史は何もバレていないと思っているのか、帰りが遅いどころか帰ってこない日も出てきた。帰ってきても着替えをしてまたすぐに出て行ってしまう。義母は何も言わないが辛いようだ。それでも私と義母はいつもと同じように軽口を叩き合いながら笑い合っていた。あの日以来、義母のきつい言葉にも愛を感じられるようになった私は、義母のことを嫌うことなどなくなっていた。それどころか、義母が安心していられるようにと、夫の愚かな行動を気にしないように、常に明るく振る舞っていた。このまま家庭を壊さずに、義母が最後の時を迎えるまで黙って過ごせればそれでいいと思ったのだ。そして最後の時が来たら私はこの家を出て行こう。その頃には子供ももっと成長していて、私たち親のことも理解できるようになっているかもしれない。ところが冬が終わり、夏に向かったある夕暮れ時、着替えを取りに帰ってきた夫に義母が言った。隆史、もう帰ってくるな。その声は弱々しく切なぎに聞こえた。なんでよおふくろ、急に何言ってんだ？ボケたのか？ボケたんじゃないよ。頭はしっかりしてる。だからこそ言ってるのさ。浮気相手とよろしくやって、たまにしか帰ってこないくらいなら、もう戻ってくるな。浮気と言われて夫の顔色が変わった。そして私を見ると、やっと作り笑いを浮かべたのだ。浮気って何言ってんだよ。俺が浮気なんてするはずないだろう。俺は毎日仕事で忙しいからなかなか帰ってこれないだけだよ。いや、お前が浮気をしている証拠ならあるよ。そう言うと義母は私に携帯を見せるように言った。戸惑いながらも携帯を夫に見せると、なんとか保っていた笑顔が一挙に崩れた。母親がこんな状態で、妻が大変な時にお前はなんてバカなんだろうね。でも母さん、俺がいなくなったらどうやって生活するつもりなんだよ。めぐみは働いていないんだぞ。生活ができなくなるんだぞ。心配はいらないよ。お前たちに残してやろうと思って貯金してきた金があるんだ。でも長男にしろ長女にしろお前にしろ、全く家に寄りつきやしない。一体どれだけ残してるんだよ。さあね。めぐみが不自由なく暮らしていけるだけならちゃんとあるよ。そんなにあるのかと思った夫は急に態度を変え出した。手のひらを返すとはまさにこのことなのかもしれない。うるさいね。私は分かったんだよ。私の本当の子供はお前たちじゃないってことがね。大変な時に何もしてくれないで、金があると分かった途端に手のひらを返すなんて、そんなのが子供のはずないだろう。どんな時でもどんなに嫌なことを言われてもずっとそばにいてくれためぐみこそ私の本当の子供なんだよ。わかったら出て行きな。二度と顔を見せなくていいから。
それだけ言うと、二度と夫に向けて口を開くことはなかった。まさか義母がこんなことを考えていたなんて思ってもいなかった私は、ただただ驚くしかなかった。夫が家から出て行くと義母は私に謝った。何も相談なしにあんなこと言って悪かったね。あんたが辛いのを我慢して毎日笑顔を作っているのがかわいそうでね、我慢できなかったんだ。もう自由にしてあげたいって思っちゃったんだよ。さっき言った通り、私には貯金がある。私はもうすぐこの世とおさらばするから。そうしたらその金はあんたが自由に使ったらいいよ。そう言うとすぐに離婚の手続きをするようにと言い残して目を閉じた。あれから3年が経過したが、私と夫はきっちりと別れることができた。最終的には別れたくないという夫と別れるために弁護士まで雇うことになったが、おかげできれいに別れることができてすっきりした。義母はというと相変わらずベッドの上で元気に生きている。以前は早くいなくなればいいとさえ思った義母だが、今は一日でも長く生きていてほしいと思っている。いかがでしたでしょうか。このカードの逆位置は努力の甲斐なく十分な見返りを得られないバランスを欠いた状態を暗示しています。また正位置ではこれまでの努力が実を結び具体化することを示唆しています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。